重力波。飛騨宇宙科学館神岡ラボサイエンスコミュニケーターの高千代です。今回は2020年2月に本格稼働を始めたばかりの重力波望遠鏡カグラについてご紹介します。前回は宇宙に見立てた布の表面で重力波を再現してみました。2つの重たい連星が高速で回っているところから重力波が広がっていくのでしたね。重力波が地球までたどり着くと、地球上では2点間の距離がほんの少しだけ伸び縮みするものとして観測されます。しかしその大きさは地球から太陽までの距離が水素原子1個分変化するぐらいというものすごく小さな変化です。これを観測するのが私の横に模型がある重力波望遠鏡カグラです。名前の由来は神岡のカと重力波を英語で言った時のグラビテーショナルウェーブズ、これを合わせたものです。また神様に奉納する踊りである神楽にも由来しています。場所はスーパー神岡ンデと同じように地下に設置されています。その理由は地上では地面のわずかな揺れが重力波観測の邪魔になってしまうからです。地下トンネルの内部には直径 80cm のパイプが L 字型にそれぞれ 3km にわたって伸びています。それぞれ X アームと Y アームと呼びます。パイプの中は真空で、その中心にはレーザー光線が通っています。こんな感じです。このような仕組みの重力波観測器をレーザー干渉計と呼びます。ではどうやって重力波を観測しているか具体的に見ていきましょう。まずレーザー室から出た光は中央のビームスプリッターで二手に分かれます。分かれた光はそれぞれ 3km 先のミラーに向かい、そこで反射して戻ってきます。戻った光は再びビームスプリッターを通り検出器へと向かいます。光は波です。2つの波の重ね合わせ方によって光は強め合ったり弱め合ったりします。まず重力波が来ていない時にミラーの位置を微調整したりして光が打ち消し合うように設定しておきます。もし重力波が到来すると2点間の距離が変化します。例えば X アームが伸びた時は Y アームが縮み、逆に Y アームが伸びた時は X アームが縮みます。したがって X アームを進んだ光と Y アームを進んだ光の進む距離に差が出てきます。そうすると検出器にたどり着いた時、波の重なり合い方がほんの少しずれてくるので光が現れてきてしまいます。つまりレーザー干渉計は見えない重力波を見える化する装置です。現在日本を入れて世界の5カ所でレーザー干渉計型の重力波望遠鏡が稼働しています。その中でもカグラは地下にある、そしてレーザーを反射する鏡を極低温まで冷やすことで重力波観測のノイズを減らす工夫をしています。重力波を観測することでこれまでの光学望遠鏡では観測できなかった宇宙の新しい姿を観測することができると期待されています。それでは今回はこの辺で。この動画を少しでも面白いなと思っていただいた方はチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。